皆さんこんにちは、藤本穂まです。今日はヘアピンについてやっていきたいと思います。それで、ヘアピンは1回の動画では説明しきれないので、何回かに分けてこのヘアピンの難しいのをですね、少しずつ理解してもらいながら皆さんにできるようにしてもらいたいなと思いますので、これから説明していきたいと思います。それでは行ってみたいと思います。はい、じゃあまずヘアピンの当て方について話をしていきたいと思います。それではまず最初にグリップの説明なんですけど、グリップ、イースタングリップで持っていただいて、このフォアとバックの違いというのは、このイースタングリップのこの親指の位置だと思ってください。イースタングリップのこういう形で、見えますかね、こういう形でフォアグリップ握っていただいて、でバックの時は親指の位置が少しこの斜めのところに、バック寄りのところに来るような形でバックを打っていきます。なのでフォアで打つパターン、バックで打つパターンで親指の位置がちょっと変わるぐらいになっていきます。ただ床際の球、こうギリギリの球ですね、そういうところの球を打つときはグリップが少し変わってきます。まずフォアハンドの床際の球であればバックハンドグリップに変えていただいて、こうギリギリをこうすくえるような形でこう打つようなこともできます。床際の球はこのバックハンドグリップでも打てるよっていうことを覚えておいてください。それとあとバックハンド側の方であればウエスタン寄りに持っていただいて、そのまま下からすくい上げるような打ち方もできるよということで、この床際の球になるとフォアとバックの持ち方が少し変わってくる人もいると思います。そうやって打つこともあるので、これもぜひね、チャレンジしてやってみてください。はい、じゃあ次にシャトルの当て方について話をしていきたいと思います。バドミントンの場合ですね、シャトルを打つときに当て方っていうのは大きく分けると2つしかないです。1つがフラットで当てる当て方、フラットで当てる当て方と、もう1つがカットして当てる当て方の2つしかないです。それでこのフラットで当てる当て方とカットで当てる当て方っていうのは力の加減で飛び方が変わっていくので、まず当てる時にこの当て方を意識していかないと力加減がずれてミスになっていったり、こう甘くなってプッシュされたりすることにつながってしまうので、自分でフラットでうまく当てられているのかカットでうまく当てられているのかっていうところをしっかり意識してほしいなと思います。はい、ヘアピンを打つ時にですね、相手がねシャトルを打ってきた時に軌道ってこういう風になりますよね。こういう軌道でシャトルが飛んできます。できるだけこのシャトルの軌道が真下を向いた時に打った方が安定します、ね、よく高いところでヘアピンしろっていう話を聞いてる人は、もうシャトルがこの状態で打ちに行こうとしちゃうんですけど、この状態で打つってやっぱりちょっとずれたりした時にすぐミスになっちゃうんですね。なのでこのシャトルがしっかり下を向いたところで当てに行く方がミスが減らせると思ってください。そこでスピンがかけられるっていうのもあるんですけど、これは非常に難しい技術なので、まずは下を向いてからしっかり当てていく、ミスを減らすっていうことを意識して打てるようにしてください。でまずフラットで当てるんであれば、当たり方としてはこういう当たり方ですね。垂直に落ちてきたものに対して真下から真上に当てていく当て方になります。こういう当て方になっていきます。はい、それでカットをかけるとなると、これを当たる時に垂直に落ちてきたシャトルをこのような形で打っていきます。そうするとこういう当て方ですね。落ちてきたシャトルに対してこう当たっていく当て方がカットになっていきます。はい、次に打ち方なんですけど、このネット前にコントロールして球を打つ時にですね、昔はよくこう緩く持ってヘアピン打ちなさい、緩く持ってヘアピン打ちなさい、最後に指を使いなさいみたいな話を受けたことがある人もいるんじゃないかなと思うんですけど、最近はあまりこう指を使ったり柔らかく持ったりっていうよりかは、しっかりグリップを握った状態で、フットワークでしっかりこう打っていくっていう風な感覚でヘアピンを打つことが多くなってきてるんじゃないかなというふうに思います。なのであんまりこう指を使って打つっていうよりかは、腕をしっかりこう固めていく、
棒のようにしていく、以前もそういう表現をしたことあると思うんですけど、腕を固めて肩からうまく調整して、あとは体で打つっていう風にしていきます。この腕を少し固めていく感覚っていうのをね、深めるようにしてほしいなと思います。はい、それでは実際に打っていきたいと思います。まずフラットを打っていきます。で、フラットというのはヘアピンのどの位置に対してでも有効なショットなので、まずフラットがしっかり打てるようにしていく、ようにしてください。それでは行ってみたいと思います。お願いします。フラット、できたシャトルをしっかり当てていきます。少し長めの球に対しても同じようにフラットが打てるようにしていきます。はい、OK です。はい、じゃあ次に、カットを打っていきたいと思います。で、カットというのはこのネットに対してこの白帯からネットの半分ぐらいまでの間で打つんであればいいんですけど、それがですね、より下になった時とかネットから離れてるところで打つんであれば、カットをかけてしまうとうまくコントロールができなくてミスをしてしまうことが多いです。なので、このネットに近くてさらに白帯からこのネットの半分ぐらいまでの間の距離で打つ時にカットをかけていくように意識していきます。それではいきたいと思います。お願いします。今これがタンブル回転です。手は動かさないでほとんど体で打ってます。はい、OK です。はい、今みたいにこう体を使って、当たる時に少し前に押し出すようなイメージで打っていく。手はね実際そんな動いてないんですけど、体でしっかり押し出して打っていく感覚で打つのがタンブル回転になります。で、これが、横向き、シャトルの向きがこう横になっている時に当てていくとスピン回転になっていくので、今は垂直に落ちてきた球を切って打ってたのでタンブル回転になってたんですけど、少し横向きになった時に打つとスピン回転になっていくので、それもちょっと確認してもらえればなと思います。はい、じゃあお願いします。こういう感じですね。こういうふうに同じキルでもシャトルの角度によってこの回転の仕方が変わっていくので、そこも意識していただければなと思います。はい、じゃあ次にスピンネットの返し方をやっていきたいと思います。相手にねこうよくスピンかけられてもう返し方が分かんなくて当たったらとんでもないとこ行っちゃうっていうパターンがよくあると思うんですけど、まずスピンネットが飛んできた時にですね、このシャトルの回転、スピンの回転っていうのは一定の周期でもう決まった動きをしていくんですね。なんか不規則な動きではなくて一定の周期でこうって回ってるって思ってください。で、その回転を見極めてこの横になった瞬間ですね、この横になった瞬間にもう一度カットしていくと今みたいにまっすぐ上に上がっていきます。だから相手のスピンを見極めてこの横になった瞬間を見つけてそこにうまくタイミングを合わせていく。だからこのシャトルのこの斜めのところですね、側面にうまく当てていくようにしてください。側面に当てるって言ってもこういう当て方とかは非常に難しくなってしまうので、この横になる瞬間を見つけてラケットの面を水平にした状態で当てていくのが一番返しやすいかなというふうに思いますので、横になる瞬間をうまく見つけて当てられるようにして返せるようにしてもらえればなと思います。
はい、あとヘアピンを打つ時にですね、こうネットインとか急にするとあーってこう体が固まってしまうことも多いんですけど、ヘアピンは体が力んでしまうと絶対いいのがいかないので、相手の球がすごいスピンがかかったりとかすごいネットインが来たとしても、まずは慌てず力を抜いて丁寧にね打っていくことが大事になっていきます。で、入らないと思っても大丈夫だろうと思って打ったら意外と入っちゃうこともあるので、これ力まないってことがすごく大事になってきます。そこをちょっと意識してやってみてください。じゃあ実際ちょっとやっていきたいと思います。手でスピンをかけてそれを返す練習をしていきます。はい、じゃあお願いします。よいしょ。横を見つけていきます。横を見つけていきます。まあ最初はね浮いてもいいので、まず相手のコートに返せるようにしていきます。横を見つけて返す。はい、こういう感覚です。この回転を見極めるというのが大事なので、ぜひ打てるようにしてみてください。あとどうしても相手のスピンネットがこう見極められなくて、横が見つけられないっていう時は、このシャトルの向きが下になるのを待ってからフラットで当てても大丈夫です。だから必ずスピンに対してはスピンで返さなきゃいけないわけじゃなくて、スピンネットが収まってきてフラットに打てるような状態になるまで待ってからフラットで打つっていうのもありなので、自分でこの無理に早く触りに行かなくてもいいと思うので、そこも意識していただければなと思います。じゃあスピンネットをフラットで返していくパターンもやっていきたいと思います。お願いします。下まで待つ。下まで待ってから打つ。回転が収まってから打っていく。よいしょ。はい、OK です。はい、このように収まるまで待ってから打つっていう打ち方もあるっていうことも覚えておいてください。はい、それとフラットで打つっていうのはこういう当て方ですね。これで打つ時にもちろん正面に打つんであればこれでいいんですけど、ちょっと右に打ちたい、ちょっと左に打ちたいっていう人ももちろん、ゲームの中であると思います。ただ、この当て方をする時に角度つけすぎちゃうとつるんってこう滑っちゃうんですね。なのでこの滑りを気をつけながらちょっとだけ角度つけて打てるっていうふうに考えた時には、だいたいコートの横幅の3分の1程度しか横に打つことができないんですね。だからこれを無理やりじゃあクロスに持ってきたいからこういうふうに持ってこうとしてこう上に上げてしまうとつるんって滑ってミスになってたりします。だからそのあたりが打ち方が変わってくるんですね。まあそれはまたクロスネットっていうところで詳しく説明していきたいなと思うんですけど、この状態で打てる範囲っていうのは本当に横幅の3分の1程度しか打てないよっていうふうに覚えておいてください。なので無理にクロスを打とうと思ってこうやって上に上げてしまうとつるんで滑ってしまうので、そういうミスもしないようにちょっと意識していただければなと思います。はい、じゃあ今の当て方、このコートの3分の1程度までしかこのフラットで狙えないよっていうところも実際打ってやっていきたいと思います。はい、ストレートであればまっすぐですね。まっすぐです。はい、ちょっと左側であればちょっとこれぐらいだったらまだ大丈夫です。これぐらいだったら大丈夫ですね。で、少し右っていうのも投げてこういうふうに当てていく分には大丈夫です。はい、であくまで切っていくのであんまりこう面の角度をつけすぎちゃうと今度違う当て方をしていかなきゃいけないので、これでね失敗するパターンもあります。ちょっと投げてください。こう来て横に打ちたいからね、ここまでやってしまうと入る時もあるんですけど、すごく安定感がなくなります。ミスが出やすくなります。こういうふうにやってしまうとミスが出たりします。逆でもこういうふうにしてしまうとダメです。こうも入る時もあるんですけど安定感がないのですごく難しくなっていきます。こういう打ち方ですね。滑ってしまうんですね。なのでここの角度っていうのも自分でこの角度までだったら打てるな、この角度までだったら打てるなっていうのは分かるようにしてもらえればなと思います。はい、じゃあ次にヘアピンのよくある悪い例を
紹介していきたいと思います。まずですね、この当たる時にですね、癖でこういう当て方、こういう当て方をしてしまって、フラットで当ててるつもりなんだけどフラットになってない、こう切っちゃうパターンですね。そういう例がまず1つ目であります。なので自分でまずフラットでこう上に持ち上げられる感覚をつかむっていうのを意識してほしいなと思います。それをつかむために、実際、自分のところでこう連続トスをしてですね、このフラットで当たってる時のシャトルの飛び方とカットした時のシャトルの飛び方の違いを理解して自分でフラットに当てられるように意識してもらえればなと思います。はい、それで2つ目。2つ目がですね、シャトルの落下点に対してラケットをまっすぐ出して下から当てられればいいんですけど、シャトルの落下点に対して違う場所にラケットを出してから当てに行こうとしちゃう人ですね。これ私も昔そうだったんですけど、フォアでもここに落下点があるのに内側から出してこういうふうに振ってしまう人ですね。でそういうふうにしてしまうと常にカットがかかって安定したショットが打てなくなってしまうので、落下点に対してまずラケットをまっすぐ出していく、まっすぐ出していくっていう感覚をつかんで、打てるようにしてほしいなと思います。で3つ目、これもよくあるパターンなんですけど、上で取りなさいっていう意識がすごく強くてラケットを一旦上に出すんだけど実際打つのはこの辺みたいなパターンですね。でこれすごく複雑な動きをしててですね、ラケットを一旦上に持っていきます。だけど実際打つ時は一旦下げてコントロールする。これ非常に難しいのでコントロールが安定しなくてネットにかかりやすくなったりネットから浮いてしまったりということが多いです。中学生の、女子とかによく多いんですけど、もう動き出しから最初から下からコントロールしていく、バックハンドでも下からコントロールしていく。だから高いところで取りなさい、だからフットワークでこういうふうにしなさいっていうふうに教わってる人はこう入ってでも実際は下っていうふうになってしまうパターンですね。なので最初から下から合わせる。プッシュであればそこから上に切り替えていけばいいです。全部下から合わせていけるような感覚で振れるようにしてみてください。じゃあ実際悪い例ちょっとやっていきたいと思います。はい、まず1つ目、当たる瞬間にちょっと手首がこう入ってフラットになってない人の例ですね。はい、お願いします。こう当たる時にちょっとこうまっすぐ当てれなくてなんとなくでしか球がコントロールできないっていうパターンですね。ヘアピンはしっかりコントロールできるようになると自分で思ったところにある程度打てるようになります。だからまずはフラットとカットをしっかり打ち分けられるようにしてほしいなと思います。はい、次はですね、落下点に対してラケットをまっすぐ出さないで違うところから当ててしまうパターンですね。はい、じゃあお願いします。ラケットを違うところに一旦出してから当てに行こうとするパターンですね。フォアでもこういうふうに毎回こういうふうに当ててしまう人で、入る時ももちろんあるんですけど自分でコントロールしてるかって言ったら多分なんとなくでしか打ってない気がします。でミスもおそらく多いと思います。なので落下点にまずラケットを出していく、落下点にまずラケットを出して下から当てる、下から当てていく感覚をつかめるようにしてください。でもう一つが上から入って下、上から入って下から打つパターンですね。これも、多いんですけど、これは動きが複雑になってコントロールが難しくなってしまいます。ちょっとやってみたいと思います。はい、こういう打ち方ですね。ラケットを上げて下げて打つ、上げて下げて打つってすごく難しくなります。だから下から丁寧に合わせていく感覚の方がコントロールは絶対しやすいので、フットワークの段階からこういうフットワークの癖をつけてしまうと実際打つ時もこうってやってしまうので、フットワークの時から下から出す感覚をつかめるようにしてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。ヘアピン非常に難しいと思うんですけど、まずこの当て方をぜひ覚えてですね、基礎打ちの時からでもこの当て方を意識して、このヘアピンの感覚つかめるようにしてほしいなと思います。また続けて、ヘアピンやっていきますので、どうかぜひ見てください。それではバイバイ。